通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、インドネシアのとある YouTuber の話題になります。今回ですね、この YouTuber が日本のね、大変有名なとある事件の被害者の写真をその番組の小道具として使っているのではないかとして大変炎上してしまっているんですね。これに関しましてはですね、その本人も釈明を出しているんですが、これもまるでね、理解を得られていないようです。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、今回ですね、インドネシアで大変人気のある YouTuber、もう本当にね、大きなチャンネルです。この YouTuber がその動画の中で、もう日本の方だったらね、知らない方いないと思います。女子高生コンクリート詰め事件の被害者の写真を小道具として使ったのではないかとして、これがね、大変な炎上をしてしまっているんですね。で、これに関しましてはですね、すでに元の動画も消されておりまして、世界規模でね、炎上しているというわけではないので、記事等も出ていないんですね。なんですが、海外の2期とかもね、いくつかメンション飛ばしてくれたりもして、僕たなりにもいろいろ調べましたので、ちょっと本日ね、何が起きたのか詳しく見ていきますね。まずね、今回大変燃えてしまっているのがこちら、ネッシー・ジャッジという人物で、この方ね、インドネシアで非常に人気のある YouTuber なんですね。それがね、こちらになるんですが、ネッシー・ジャッジね。インドネシア語のね、ウィキペディアありましたので、ちょっとね、見ていきたいと思いますが、プクタね、インドネシア語わからないので、完全に機械翻訳頼りになります。ちょっとそこだけお断りしておきますね。もうね、いきなり難しい。ナスリン・アニスプトリ・ジャッジ。通称、ネッシー・ジャッジは、インドネシア出身のコンテンツクリエイターで、インターネットセレブである。ネッシー・ジャッジはミステリー系の語りやホラーをテーマにした犯罪事件の解説動画を中心に、その他様々な内容を投稿していることで知られている。YouTube のコンテンツクリエイターとして彼女が最初に YouTube に動画を投稿したのは2013年7月20日。初期の投稿の多くは英語で行われており、世界中を旅する旅行コンテンツやインドネシアに関する紹介が中心だった。彼女はまたフィンランド、フランス、イタリア、シンガポール、日本など世界各地の旅行動画も投稿している。そしてね、今回の件につながるのがここですね。彼女は2017年3月17日に世界で最も怖いチャットヒストリーというタイトルの動画を投稿し、これが500万回以上再生された。その後も彼女はミステリー系のテーマを扱った動画をより頻繁に投稿するようになり、その多くが数百万再生を記録した。こうして彼女の名はさらに知られるようになり、彼女は YouTube の人気上位に入ることが多くなった。このミステリー系動画は、ここね、ネッシーホラー、メラーですね。と呼ばれ、そのファンはネロリストと呼ばれている。ということで、これはね、ネッシーとホラーの造語ということで、このように呼ぶコミュニティが形成されているというわけですね。ということで、こちらのね、ネッシー・ジャッジさん。もともとはですね、Vlog というのを英語で発信していたそうですね。英語はね、かなり堪能だということで、そういった形でのスタートだったんですが、そこからですね、徐々にミステリー系のね、日本でもよくあるでしょう。オカルトとかね、都市伝説を扱ったり、あとは事件をね、解説したりするチャンネルあるじゃないですか。こっちにシフトしていったんですね。で、おそらくですね、今回の騒動というのは、ここが大きなポイントなんじゃないかなと思います。つまりこの人は、もともとね、こういったチャンネルをやろうと思ってやっていた人ではなく、再生数を追った結果、今の形になっているということです。ちょっとね、ここ頭の隅に入れといてくださいね。で、そのね、ネッシー・ジャッジさんのチャンネルがこちらになるんですが、見てください、これ。チャンネル登録者数1150万人です。どうですか皆さん。正直、想像を超えてきたでしょ。このクラスなんですよ。つまりはもうダイヤモンドの盾を持っているということですね。いや、これは驚きましたね。なんといってもですね、現在これ、インドネシア語で配信してるんですよ。英語ですらありません。それでこの規模ですからね。いや、本当にね、驚きましたが。でね、こういうので付き物なのが、チャンネル登録者数がね、形骸化していて、全く再生数が出ていないというチャンネルね、よくあるんですが、一応再生数見ていきますと、32万回、34万回、65万回、そして1ヶ月前でね、100万回ということで、大体ね、調子が良ければ100万回ぐらい出るという規模のチャンネルのようですね。でね、現在サムネイル見ていただくとわかりますが、もうほとんどがね、ホラー系、ミステリー系、都市伝説とか事件とかね、そういったものを扱ったものが多いのかなと。そして今回このようなことになったんですね。この方ね、バルさんという方で、英語でポストしてるんですが、もしかしたら韓国の方かなというような感じですね。その内容から見るに。で、それがね、今回の件に繋がっています。登録者数が1100万人いる YouTube チャンネルが、史上最悪クラスの女性害事件の被害者である女性の写真を、K-POP グループとのくだらないハロウィン企画の中で、不気味な飾りとして使ったという事実は、本当に吐き気がする。ということでね、ちょっと何が起こったか整理しますが、まずね、その動画というのが、こちらなんですね。ここにね、サムネイルありますが、このね、YouTuber のネッシー・ジャッジさんと、ここに見えております。これね、韓国の
アイドルグループなんですね。ここにあります NCT DREAM というグループで、SM エンターテインメントのボーイズグループ NCT の派生ユニットとして2016年にデビューした7人組のボーイズグループ。韓国、中国、カナダ国籍のメンバーで構成され、ファンの間ではドリームという愛称で親しまれているという、韓国のボーイズグループと。で、こちらがね、その公式 X アカウントになるんですが、これ見てください。フォロワー数1085万人ということで、これね、めちゃくちゃ人気のグループなんですね。そしてこのグループが、このね、ネッシー・ジャッジさんとコラボした動画内で起きたと。だからおそらくこのバルさん、この件に気づいたということですね。じゃあこれがね、どういった動画だったのかと言いますと、ここにね、リンクがあるんですが、もうね、見ることができません。これ非公開になってるんですね、現在。だからこのサムネイルからしかね、おおよその内容を知ることはできませんが、ここね、パラノーマルエクスペリエンスあるんですよ。ですので、おそらくね、この NCT DREAM のメンバーが、これまでした怖い体験というのを語る、そんな企画だったんじゃないかなと思います。不思議な体験とかね。じゃあこの中でね、何が起きていたのか。この方がね、スクショ撮ってくれているんですが、ここ見てください。ここにね、先ほどの女子高生コンクリート詰め事件の被害者の写真を飾ってるんですね。ここ目線入れて。つまりこれが不謹慎じゃないかと言われてるわけですよ。だってこの笑顔ですからね。それは倫理的にどうなのと思ってしまいますよね。で、ちょっとね、ここで重要なのは、今回のこの韓国グループを招待した動画で、初めて使われたものではないんですね。それはね、こちらでワルさん自身がね、ポストしているんですが、ここです。これまでも普通に使ってるんですね。これもそうですね。そしてこちらもそうです。つまりね、今回の件というのは、こちらにもあるんですが、ここね、2日で100万回以上再生されているんですよ。で、これはね、ネッシーさんの動画の中でもヒット動画に分類されるんですね。なので、このね、アイドルグループが大変人気があったため、これが非常に拡散されまして、その中でこれが発見されたということです。そしてこのね、韓国のアイドルグループのために特別に作った小道具でもありません。で、こちらにね、別の角度からの写真も上がっているんですが、ここですね、その被害者の写真があると。そしてこちらです。ここにもね、目線の入った写真があるんですね。で、これね、何の写真かわからないんですが、もしかしたらこれもね、何かしらの事件の被害者の写真なのかもしれません。で、一応ですね、この事件がどういったものだったのか、軽く見ていきますが、1988年に一人のね、女子高生が不良グループに拉致監禁され、40日間もの間暴行されたんですね。その結果亡くなりまして、この不良グループはその遺体をコンクリート詰めにして遺棄したと、こういった事件です。もう本当にひどい事件なんですよ。で、日本ではね、こちらになりますが、これね、今年8月の記事になるんですが、ここね、事件の加害者の一人である準主犯格の B、当時17歳が3年前に孤独死していたことが今回新たに判明した。ということで、現在でもリアルタイムでね、この加害者の情報がニュースになると、こういった事件なんですね。じゃあなんでインドネシアでああいった形で被害者の写真が使われるのかと言いますと、この事件というのはですね、世界的に非常に有名なんですよ。これ日本だけで知られている事件ではないんですね。これね、被害者の名前で検索するだけで、うわーっと動画出てきます。これ全部海外の動画ですよ。なので、このネッシーさんは自分の番組の中で、これをね、凄惨な事件のアイコンとして、小道具として使っていたと。こういうことだったんですね。なんだよこれ。無神経すぎる。彼女みたいな人間は本当に吐き気がするし、頭が空っぽだ。被害者に何が起きたのかを思うといつも本当に悲しくなる。どうしてあんなひどい亡くなり方をした女性をハロウィンの小道具として使えるんだ。これ正確にはね、以前から使っていたということですね。彼女は想像を絶する苦しみを受けた。彼女が受け取るべきは敬意であって、セットの小道具にされるべきではない。ね、これ海外でもみんな知ってるんですね。その被害者の名前を聞くだけで何が起きたかわかると。それは不気味とかじゃなくて、ただの侮辱だ。被害者は娯楽の小道具じゃない。だからこそ多くの被害者遺族は安らぎを得られないままなんだ。これは本当に不快だ。弁明の余地がない。この事件は現代史における最も広く知られ、最も凄惨な事件の一つであり、その彼女の画像を娯楽のための不気味な飾りとして軽々しく使うこと、特に K-POP グループとの企画の中でそれを行うことは、多くの人々にとって被害者の搾取とセンセーショナリズムのひどい例として受け取られるだろう。ということで現在ね、ちょっとこの文脈はね、載ってしまっているんですが、これ確かにね、もしこの K-POP グループとの企画の中で特別に作られた小道具だとなったら、またちょっとね、別の文脈を持ってしまうので、あれかなと思うんですが、ここはね、そうではないということが明らかになっています。今回ですね、これが K-POP のね、アイドルグループを招待した動画で拡散されてしまったため、かなりね、誤解を生むと言いますか、様々な憶測を生みかねないような雰囲気はありますので、もしかしたらね、今後日本でも、喧嘩煽りの動画とかでね、この件利用されるかもしれないので、ちょっとね、気をつけてください。で、それはね、こちらの方も指摘しておりまして、ネッシー、マジでやばいよ。これは本当に大問題だ。日本人の人たちでさえ、文脈を知らない人は、また韓国が反日になったと思うだろう。自分はネッシージャッジの動画をあまり見ないけど、何回か見たときは、彼女は共感力のあるタイプだと思っていたのに。ということで、これ以外にもね、今回の件を非難する日本人を非難する外国人というのも出てきまして、お前らの国はこれまで散々ひどいことをしているのに何言ってんだと、こういったことですね。いうような形でですね、これがね、現在、民族間の争いになってしまうような、そういう状況になってきています。で、今回の騒動を受けまして、こちらね、ネッシージャッジさん、これに対しての釈明をするんですね。
この企画は8年以上続いているコーナーです。どうか理解してほしいです。視聴者にも私もそれぞれ独自の文脈や前提があります。そんな浅はかな意図でやっているわけではありません。でも混乱を招いたことについては謝罪します。文脈から切り離してみればひどく見えるということは理解しています。今後はもっと気をつけるつもりです。ということで、ここにすでにね、日本の方からでしょう。この事件についてのコミュニティノートがついていると。これを投稿しましたが、本当に誰かを傷つけたり、ましてや誰かを不敬に扱うつもりはありませんでした。心から謝罪します。でちょっとね、これがどこに投稿されたものかわからないんですが、長文のスクショがありまして、ここではね、何を言っているかと言いますと、あのようにね、写真を使ったのは、そもそもね、この事件のリクエストが多かったということ。そして、未だにね、正義が達成されておらず、忘れてはいけない事件だからだと。このようなことが書かれています。これは不適切だ。この手の番組は常に新しい視聴者が入ってくることを前提にしているんだから、これはうちはネタなんです。という言い訳は通用しない。昔からの視聴者は理解しているから大丈夫という態度はかなり馬鹿げた責任逃れだ。ということで、このリプランではね、おそらくもう日本の方ですよね。これおそらく翻訳機使って翻訳してるんじゃないかなと思いますが、英文でね、これに対してもね、批判の声を寄せているというような状況ですね。ちなみにね、こういった場合ね、今簡単に翻訳もできますので、日本からの抗議という形であれば、日本語の方がいいんじゃないかなと思いますよ。翻訳機っぽい英語って結構ね、海外だとバカにされがちで、その時点でね、相手にされなかったり、嘲笑されたりしてしまうんですね。あとよくあるのがね、日本人のふりすんなっていうあれですね。なので、日本人がね、日本に関わる件を日本人として抗議するのであれば、日本語で抗議すればいいんじゃないかなと、プクタは思っています。混乱させたことは謝るのに、被害者を侮辱したことについては謝らないの。その写真を編集して、印刷して、壁に飾ったんだよ。自分のしてることがおかしいって一度でも頭をよぎらなかったの。トゥルークライム系の YouTuber は本当に中身がなく空気が読めず、こういった事件にほとんど敬意を払わない人たちだ。彼女たちが受けた恐怖を歪めて消費しながら、その上で金に変えているんだ。あなたがやったことは本当に最悪だ。おかげで今、日本人がインドネシア人を憎むようになってしまった。実際に、これでインドネシアという国がどういう国か分かったと言われている。日本に住むインドネシア人たちは、日本人ととても平和で強い関係を築いてきたのに、あなたはそれを数秒で壊したんだ。この方は日本の方ですね。8年も続けて、あんたの倫理観はその程度。8年続けてるからなんだよすぎる。むしろ8年もやってて、倫理観ゴミカスなの。もう引退してロームレよ。素人が出しゃばんな。多くの方がこれを指摘していますね。あのコーナーはね、8年続くコーナーですと言っているけど、だからなんだって話ですよね。これは本当その通りだと思います。本当に軽蔑する。あなたのせいで、インドネシアの方は倫理観ないのかなって思ってしまうわ。せめて言い訳せず、誠心誠意謝れよ。ということでですね、このネッシージャッジさん、今回の炎上を受けてね、これをフィードバックと受け止めているようで、こちらにもあるんですが、心配しないでください。ビデオは戻ってきますということで、これインスタでしょうね。ストーリーでね、こんなコメントを出しておりまして、ご心配なく動画はすぐに戻ってきます。早急に対策を講じる方が良いと判断し、現在再編集中です。ご不便をおかけしたことをお詫び申し上げます。ということで、この動画ね、現在再編集中ということで、おそらく該当部分にぼかしを入れるかカットするんでしょうね。これで最高回を目指している。ということで、お前全然反省してないだろうと、このように言われてしまっています。はい、ということで本日はですね、インドネシアの人気 YouTuber が日本の凄惨な事件の被害者の写真を小道具に使っているとして大変な批判を浴びているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。日本でもね、その凶悪事件を扱うような、それを解説するようなチャンネルやブログというのは結構あると思うんですが、ドクターね、あれはあれで意義はあると思っているんですね。本人たちがね、その事件をね、風化させないために、自分がこれを伝えていかなきゃいけないんだ、なんて高尚な目的でやってるとは僕とは思いませんけど、結果的にはでもその側面があるというのも事実だと思うんですね。で、実際ね、その被害者の遺族が YouTuber の力を借りてね、この事件を拡散してもらうなんてことも実際あるわけですよ。もし犯人が捕まっていないような事件であれば、その犯人を捕まえようっていう機運が高まったり、その事件を知ることによって、その犯人の処遇についてね、いろんな議論が出てきたり、で昔はね、こういったのはその役割を地上波が担っていたりしたわけですが、現在はね、それがネットに移行しているという状況ですよね。なので、今回の件に関してはね、どこまで行っても倫理観の問題なんじゃないかなと思いますね。その線引きでちょっとね、話題が外れてしまうかもしれませんが、もうここで本編終わりなんでね、ここから余談だと思って時間のある方だけ聞いてってください。フクタね、先ほども言いましたが、ホラー映画も好きだったりしてね、オカルトも大好きですし、あと怪談なんかも大好きなんですね。で、その怪談の中でね、すごく好きなのが稲川淳二さんなんですよ。フクタね、本当にファンで、ミステリーナイトツアーっていうライブもね、行ったりしましたが、最近ちょっと忙しくて行ってませんけどね、そのぐらいファンなんですね。でね、稲川淳二さんの怪談のいいところというのはね、その話の中に出てくる、いわゆるお化けですよ。これをね、過去に亡くなった人間として扱ってるんですね。ましてやね、そういった形で出てくるような人というのは、何か大変な目にあって強い思いを残しているはずだ。
そういう思想があるんですね。なので、めちゃくちゃ優しいんですよ、話が。まあもちろんね、振り切ったエンタメとして、ホラー全開の話もありますけどね。で、実際ね、その稲川さんというのは、障害を持ったね、お子さんというのがいまして、そのお子さんをね、過去に亡くしているんですが、まあそれ以来ね、まあ人生観が変わったと言われていて、まあ現在もね、障害者への支援を続けているということで、まあこのあたりのね、共感性とかも、すごく高い人物なんですね。一方ですよ、このホラーブームに乗っかってきた、若手の芸人というのもたくさん出始めたんですね、その後。で、プクタね、もうこれが本当に大っ嫌いで。本当に。なぜならですね、こうやってね、後乗りでやってきた若手芸人のそのほとんどは、このお化けというのをね、化け物として扱うんですよ。で、プクタね、本当に驚いたのが、前ね、なんかの動画の企画で、そのね、ホラー系の若手芸人というのが集まって、最新のね、そのほやほやの事故物件を巡るという企画やってたんですね。で、プクタね、ちょっとそれ信じられなくって。そこでね、人が亡くなったばっかりの物件を巡るという企画をやってるんですよ。ここか、気持ち悪い、怖いってやるんですよ。その建物の前にたむろして、つまりね、後乗りでやってきただけだからブームに乗っかって、もう倫理観のネジが外れてるんですね。で、僕は本当にね、もう本当に苦手な芸人がいて、もうまあまあブロックとかしない魚なんですが、僕はね、初めてツイッターで、その時ツイッターでしたけどね、ツイッターでブロックしたのがその芸人でした。だからプクタの考えとしては、例えばね、こういった凄惨な事件だとか未解決事件、こういったのをね、コンテンツとして制作する、これを全部否定する気は全くないんですね。ですが、やっぱりその根底にある倫理観や思想、ここはね、すごく大切だと思っていて、もう何をどう転んでも敬意というのは必要だと思っています。だからね、先ほどこのネッシー・ジャッジさんをね、紹介するウィキペディアの中で、ちょっとね、頭に入れといてくださいという部分がありました。あれはね、彼女はね、もともとこういったものをやろうとして始めた YouTuber じゃないんですよ。もともとは英語でね、自分の Vlog を発信していただけなんですね。そこからたまたまヒットしたこのホラー系コンテンツに再生数を追ってシフトしていった人なんですよ。だからこうなるんですね。そしてその前でこの笑顔なんですよ。だからまあ今回の一件に関してはね、このネッシー・チャッチーさん、まあ、先ほどいろいろね、釈明はしておりましたが、僕らがね、先ほど言ったような、若手芸人に通じるようなね、何かを感じたというのも事実でした。ぜひね、この件につきましては、皆さんもね、ご意見を聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。